はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は PS5 に有線もしくは無線でインターネットに接続する方法について解説していきます。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それではまず最初に PS5 を有線でインターネットに接続する方法を解説していきます。ちなみに今回は初心者向けにやり方を解説していくので、最も簡単な接続方法を解説していきます。もしもネット回線速度にこだわりたくて細かい設定を行いたいような人は、自分はよくわからないので他の人の動画を確認するようにしてください。それではやり方を解説していきますが、まずは PS5 本体に LAN ケーブルを接続してください。そして反対側の LAN ケーブルをルーターに接続します。ちなみに自分は LAN1 の端子に PC からの LAN ケーブルを接続しているので、 LAN2 の端子に PS5 からの LAN ケーブルを接続しています。使用している状況やルーターの機種によって多少違う場合もあるかもしれないですが、大体同じだと思うので頑張って作業を進めてください。次に PS5 を起動したら、画面右上にある歯車マークの設定を選択します。次にネットワークを選択してください。次に設定の項目の中にあるインターネットに接続にチェックが入っていることを確認してください。確認ができたらインターネット接続を設定を選択しましょう。次にインターネット接続ができるネットワークが一覧で表示されますが、有線で接続する場合は有線 LAN を設定を選択してください。すると名前を入力する画面が表示されるので、分かりやすい名前を入力したら接続を選択してください。今回は解説のために初期設定の名前のまま解説していきます。無事にインターネットに接続することができたら、登録済みネットワークという項目に先ほど設定した名前が表示され、接続済みと表示されます。これでインターネット接続の設定は完了です。もしもネット回線速度がどれくらい出ているのか確認したい場合は、一つ前の画面に戻って接続状況の項目の中にあるインターネット接続を診断を選択すると、自動でインターネット診断が始まります。あとは終わった後に通信速度のダウンロードとアップロードの項目を確認してネット回線速度を確認してください。次に PS5 を無線でインターネットに接続する方法を解説していきます。こちらも初心者向けにやり方を解説していくので、最も簡単な接続方法を解説していきます。もしもネット回線速度にこだわりたくて細かい設定を行いたいような人は、自分はよくわからないので他の人の動画を確認するようにしてください。まずは PS5 を起動したら、画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にネットワークを選択します。次に設定の項目の中にあるインターネットに接続にチェックが入っていることを確認してください。確認ができたらインターネット接続を設定を選択しましょう。すると PS5 が受信している Wi-Fi の電波が一覧で表示されるので、自分の家で使用しているルーターの SSID を確認して選択してください。ちなみに SSID はルーターの側面などに記載されていることが多くなっています。ただ 2.4GHz と 5GHz の2種類から選べるようになっている場合があるので、どっちを選んだらいいのかわからないという人もいるのではないでしょうか。2.4GHz の方は周波数が低いので電波が遠方まで届きやすく、壁や床などの障害物にも強いので、離れた部屋で使用する場合でも電波を届けることが可能です。ただ電子レンジや冷蔵庫といった他の機器も利用する周波数帯となっているので、ルーターの近くに電子レンジなどがあるとお互いの電波が干渉し合い、 Wi-Fi の電波が弱まってしまって通信が不安定になったり、最悪の場合は切断されてしまう可能性もあります。それに比べて 5GHz の方は Wi-Fi 専用の電波となっているので、他の家電が出す電波と干渉することなく、比較的に安定した通信環境で使用することが可能なので、基本的にはこちらを選んで設定するのがおすすめです。しかし壁などの障害物があると電波が弱まってしまうので、ルーターの近くに障害物を置かないようにするのはもちろん、家の中で電波が届きやすい場所を探してルーターを設置するようにしてください。どちらの SSID を使用するのかはあなたの使用環境によるので、状況に合わせて好きな方を選択してください。自分の家で使用しているルーターの SSID を選択するとパスワードを入力する画面が表示されますが、こちらもルーターの側面などに暗号化キーという名称で記載されているので、こちらを確認しながらパスワードを入力していってください。入力することができたら OK を選択しましょう。無事にインターネットに接続することができたら、登録済みネットワークという項目に先ほど設定した SSID が表示され、接続済みと表示されます。
これでインターネット接続の設定は完了です。もしもネット回線速度がどれくらい出ているのか確認したい場合は、一つ前の画面に戻って接続状況の項目の中にあるインターネット接続を診断を選択すると、自動でインターネット診断が始まります。あとは終わった後に通信速度のダウンロードとアップロードの項目を確認してネット回線速度を確認してください。実際に PS5 を有線もしくは無線でインターネット接続しようとしたけど接続することができなかった、失敗と表示されてしまったという人もいるのではないでしょうか。インターネット接続できない原因としてはかなりたくさんあるので、対処法もたくさんの方法がありますが、簡単にまとめるとこれだけの対処法があります。これから各対処法について解説していきますが、その前に PS5 だけつながらないのか、 PC やスマホといった他の機器もつながらないのかということを事前に確認しておいてください。まず最初に PS5 やモデム、ルーターを再起動させるということですが、再起動させることで不具合が解消されてインターネットに接続できるようになる場合があります。PS5 は普通に再起動してもらえれば OK ですが、モデムやルーターの場合は電源ケーブルをコンセントから取り外し、約10秒くらいしてから再接続すれば再起動させることが可能なので試してみてください。これでダメなら PS5 の電源を再起動ではなく一度オフにしてから違うコンセントに接続して起動する。さらにモデムやルーターも同様に再起動するときは違うコンセントに接続して確認するということを行ってみてください。まだインターネットに接続できないのであれば LAN ケーブルの接続不良の疑いがあるので LAN ケーブルを抜いて再接続します。ルーターからモデムの LAN ケーブルやモデムからコンセント LAN の LAN ケーブルを確認してみてください。ちなみに PS5 だけインターネットがつながらない人は PS5 からルーターの LAN ケーブルを確認するようにしましょう。まだインターネットに接続できないのであれば LAN ケーブルを接続するポートを変えてみてください。これは PS5 からルーターをつなぐ LAN ケーブルが対象になりますが、ルーター側の接続ポートの故障や不具合が考えられるので接続するポートを変えてみましょう。ちなみに自分が使用しているルーターにはこのように4つのポートがありますが、例えば LAN1 を使用していたのなら LAN2 や LAN3 に変更してみてください。まだインターネットに接続できないのであれば LAN ケーブルが断線している可能性があるので別の LAN ケーブルに交換して再度確認してみてください。もしも PS5 だけインターネットにつながらない人は PS5 からルーターを接続している LAN ケーブルを交換して確認してみましょう。これでもまだインターネットに接続できなくて Wi-Fi で無線接続している場合は同時接続数が多くないか確認してみてください。なんでかというと Wi-Fi ルーターには同時接続できる端末数の上限が決められており、 PS5 だけでなくスマホや PC、テレビなども Wi-Fi で同時に接続していて、同時接続数を超えてしまうと接続が不安定になったり接続自体ができなくなる場合があります。これは使用している機器によって異なるので自分で調べるようにしましょう。これでもまだインターネットに接続できなくて Wi-Fi で無線接続している場合はルーターの設置場所を確認してみてください。無線接続するときに 2.4GHz と 5GHz についての解説を行いましたが覚えていますでしょうか。もう一度解説すると 2.4GHz の方は周波数が低いので電波が遠方まで届きやすく、壁や床などの障害物にも強いので離れた部屋で使用する場合でも電波を届けることが可能です。ただし電子レンジや冷蔵庫といった他の機器も利用する周波数帯となっているので、ルーターの近くに電子レンジなどがあるとお互いの電波が干渉し合い Wi-Fi の電波が弱まってしまって通信が不安定になったり、最悪の場合は切断されてしまう可能性もあります。2.4GHz を使用しているのならルーターの近くに電子レンジや冷蔵庫といった家電がないのか確認してみてください。5GHz は Wi-Fi 専用の電波となっているので他の家電が出す電波と干渉することなく比較的に安定した通信環境で使用することが可能なので、基本的にはこちらを選んで設定するのがおすすめです。しかし壁などの障害物があると電波が弱まってしまうので、ルーターの近くに障害物を置かないようにするのはもちろん、家の中で電波が届きやすい場所を探してルーターを設置するようにしてください。これでもまだインターネットに接続できない場合は時間を空けてから確認するようにしてください。例えばマンションなどに住んでいる場合は時間帯によってネット回線を使用する人が増えて通信速度が下がってしまったりネットにつながらないという場合もありますし、契約しているネット回線側で何らかの通信障害が発生している可能性もあります。
その場合はこちらからどうすることもできないので、時間を空けてからインターネットに接続できるのか確認してみてください。ここまで解説してきた対処法を行ってもネットにつながらなかった場合は、ルーターやモデム本体の故障、住宅の壁の中を通っているケーブルの断線などが考えられるので、機器交換やネット回線業者に依頼してください。ちなみにルーターやモデム本体をネット回線業者からレンタルしている場合は、ネット回線業者に依頼すると無償で機器を交換してくれるところもあるので確認してみましょう。あとは住宅の壁の中を通っているケーブルの断線だったり、マンションなどの集合住宅の場合は各部屋にケーブルを分配するところで異常が発生している可能性もあります。ここからは自分の経験談になりますが、過去にネットが使える時もあれば、突然ネットが切断されて使えなくなることを繰り返す症状が出た時があります。なので業者を呼んでルーターやモデム本体を交換してもらったのですが、最初は全く改善しませんでした。改善しなかったので専用の機器とかを使っていろいろ詳しく調べてもらったのですが、各部屋にケーブルを分配するところで自分の部屋へ分配する端子が故障していたことが原因でこのような不具合が起こっていたということがあったんですよね。それで原因が判明した後は正常な端子に入れ替えてもらったことで無事にネットが正常につながるようになったというレアな経験があります。この経験が参考になるか分かりませんが、このような事例もあるということで参考にしてみてください。ちなみに業者さんが言っていましたが、住宅の壁の中を通っているケーブルが断線しているとかなり大掛かりな調査や修理になってしまうみたいなことを言っていたので、まだネットにつながっていない人のネット回線がそこまで大変なことになっていないことを祈ります。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、Geartix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。